本動画では、デタッチステートメントを使用してデパレタイズする方法について説明します。トランスポートインパターンを使用してパレタイズしてみようでは、パレットにプレートとシリンダーを乗せてアタッチすることでパレタイズを行いました。今回は、そのパレットからプレートとシリンダーを取り外して外に運び出すデパレタイズを行います。はじめに、デタッチを使用してデパレタイズしてみよう .vcmx を開きます。これはトランスポートインパターンを使用してパレタイズしてみようで作成したパレタイズ工程と同じものです。シミュレーションを再生すると、パレットの上にプレートとシリンダーがパレタイズされます。パレタイズされたパレットはコンベアを流れていきます。このコンベアの先にデパレタイズ工程を作成していきます。シミュレーションをリセットします。まず、もともと配置してあったコンベアを選択し、クローンボタンを押します。これにより、元のコンベアに PNP 接続された状態で、コンベアがコピーされます。コピーされたコンベアを見ると、コンベアに PNP 接続されたプロセスノードも一緒にコピーされています。ここをデパレタイズ作業の場所にします。プロセスタブ、エディター、プロセスをクリックします。新しい方のローディングのプロセスラベルをクリックして、ルーチンプロパティウィンドウから名前をアンローディングに変更します。次に E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツからシンクプロセスを配置します。ここはデパレタイズしたシリンダーやプレートを受け取り、廃棄する場所になります。次にアンローディングのプロセスを修正します。コピー元のステートメントがすでに入っていますが、パレタイズ作業は行わないので、トランスポートインとトランスポートアウト以外のステートメントはすべて削除しておきます。まず、トランスポートインの後ろにデタッチを追加します。トランスポートインをクリックして、ステートメント、デタッチをクリックします。デタッチステートメントを使うと、アタッチされた製品を取り外すことができます。今回の場合は、パレットからシリンダーやプレートを取り外すことができます。ステートメントプロパティウィンドウからデタッチのプロパティを設定します。製品変数名には、分解したい製品の製品変数名を入力します。今回は、パレットパートと入力します。デタッチ変数名では、製品変数名で指定した製品から、デタッチした製品の変数名を指定することができます。今回は、シリンダーパーツと入力します。多くをデタッチは、チェックを入れると、分解する製品にアタッチされた製品をすべてデタッチするようになります。反対に、チェックを外すと、最後にアタッチされた製品一つだけをデタッチします。今回は複数のシリンダーを一括でデタッチしたいので、チェックを入れます。ただし、この設定だけでは、シリンダーだけでなく、プレートも同時にデタッチしてしまいます。そのため、シリンダーのみが対象となるように製品フィルターをかけます。製品フィルターを展開します。製品タイプフィルターを追加し、使用可能な製品タイプにシリンダーを追加します。これでパレットからシリンダーのみをすべてデタッチすることができます。続いて、デタッチしたシリンダーをシンクプロセスへ搬送するため、トランスポートアウトを追加します。デタッチを選択した状態で、ステートメント、トランスポートアウトをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウから製品変数名にシリンダーパーツと入力します。同様に、プレートもパレットから取り外した後、シンクプロセスへ搬送するため、デタッチとトランスポートアウトを追加します。3行目のトランスポートアウトを選択した状態で、ステートメントからデタッチとトランスポートアウトを順にクリックします。4行目のデタッチをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウから製品変数名にはパレットパートと入力し、デタッチ変数名にはプレートパートと入力します。続いて、多くをデタッチや製品フィルターの設定ですが、
今回は特に設定する必要はありません。理由は、初めのデタッチでシリンダーをすべてデタッチしており、パレットにはプレート1つだけしかアタッチされていないからです。続いて、5行目のトランスポートアウトをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウから製品変数名にプレートパートと入力します。以上でアンローディングのプロセスの設定ができました。全体の流れとしては、まずコンベアからパレットを受け取り、シリンダーとプレートをデパレタイズし、再びコンベアへパレットを流すという形になります。次にフローの設定をします。エディター、フローをクリックします。まず、アンローディングとシンクの間にトランスポートリンクを作成します。アンローディング、シンクの順にプロセスノードをクリックします。続いて、アンローディングとシンクのプロセスラベルをフローステップにあるローディングの隣にドラッグ&ドロップします。これで、アンローディングからシンクへ製品を搬送するフローを設定できました。シミュレーションを再生します。最初にローディングでパレタイズ作業が行われますが、この部分を確認する必要はないので、スキップしましょう。一度、パレタイズ作業が終わるまで待ちます。パレタイズ作業が完了したタイミングで、シミュレーションを停止します。約2分50秒でパレタイズ作業が完了します。シミュレーションをリセットして、この時間をウォームアップ時間に入力します。再度、シミュレーションを再生します。パレタイズ作業がスキップされ、デパレタイズ作業の直前からシミュレーションが始まりました。アンローディングでシリンダー、プレートの順にデパレタイズされます。ここまでは順調です。今度はデパレタイズ作業が終わった後の動きに着目してみます。プレートがデタッチされ、シンクへ運ばれるタイミングで、コンベアも動作してしまっているのが確認できます。これをプレートを運び始めてしばらく経ってからコンベアが動作するように変更します。シミュレーションをリセットします。エディター、プロセスをクリックし、アンローディングのプロセスラベルをクリックします。プレートを搬出する5行目のトランスポートアウトをクリックして、ステートメント、ディレイをクリックします。ルーチンプロパティウィンドウから秒数の設定ができますが、今回はデフォルトの10秒にします。シミュレーションを再生します。プレートが運ばれてからコンベアが動作する様子が確認できます。現在のデパレタイズ作業は自動で行われていますが、作業者が作業を行うように変更することもできます。実際に設定してみます。シミュレーションをリセットします。まず、E カタログからヒューマントランスポートコントローラーとヒューマン、アンナを配置します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM トランスポートコントローラーズからヒューマントランスポートコントローラーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。タイプ別モデル、PM リソーシーズからヒューマン、アンナを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。続いて、ホームタブ、接続、インターフェースをクリックして、コントローラーと人をインターフェース接続します。最後に、トランスポートリンクのリソースをヒューマントランスポートコントローラーに設定します。まず、プロセスタブ、エディター、フローをクリックし、ヒューマントランスポートコントローラーのひし形アイコンをクリックして、コントローラーを選択した状態にします。続いて、アンローディングからシンクへ設定されたトランスポートリンクを右クリックし、トランスポートコントローラーを変更をクリックします。以上の設定をすることにより、デパレタイズ作業を作業者が行うようになります。シミュレーションを再生します。パレットからデタッチされたシリンダーを作業者が運ぶようになります。しかし、
作業場所がコンベアの内部になってしまっています。これを修正します。シミュレーションをリセットします。まず、プロセスノードを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウからリソースオフセットの RZ を-90、TY を700に変更します。これで作業者はコンベアの目の前のここで作業を行うようになります。シミュレーションを再生します。今まで自動で行われていたデパレタイズ作業を作業者が行っている様子を確認できます。作業位置もコンベアの目の前に設定されています。以上でデタッチを使用してデパレタイズしてみよう終わります。ご視聴ありがとうございました。